はい、皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、うちの、太陽光発電システムのね、紹介をしたいと思います。最近はですね、電力不足が叫ばれてたりですね、それからフィット終了の方も、多くなってきていまして、太陽光発電関連のですね、動画もだいぶ増えてきてますし、気になる方もね多いんじゃないかなと思います。でですね、うちはですね、売電などはしていませんので、100%、自家消費になってます。で今回はですね、うちの太陽光パネル、発電したのをどのように使用していて、どのくらいのね発電量、どのくらいの、消費電力、どのくらいの発電量があるかというのをね、紹介していきたいと思います。以前のね動画と重複することも多々ありますので、ご了承ください。ではですね、まず太陽光パネルの方からね、紹介していきたいと思います。はい、現在はですねこのような形で、三菱の 250W のパネル、こちら中古で入手したものを、設置枚数は9枚になります。で実際に使用しているのはですね7枚です。2枚は予備パネルとして、設置はしてありますが接続はしてありません。内訳はですね、左上2枚、こちらが1つの直列になっています。左下2枚、こちらが、2系列目で、2枚直列になっています。で右上、こちらの2枚が直列で、2枚、2直列の3並列で接続しています。でこちらは予備回路として2枚、接続してないパネルになります。で奥になりまして、1枚だけ別にこれ設置してあるのがですね、こちらは照明など、あまり消費電力が高くないものに使用するために、12V の回路で接続しています。先ほどの説明したですねこちらの、2直列3並2直3並ですね、並列のものはこちらのですね接続箱、こちらに3回路、1系列2系列3系列接続箱を介してハイブリッドインバーターという、機器にですね、電気を送るようにしております。通常、太陽光発電したものはパワーコンディショナーというね、直流から交流に変換する機器を介して、自宅のですね分電盤に接続する形になっています。はい、こちらがですねハイブリッドインバーターになります。ここからですね外部の接続箱に、集合した電源が、こちらから、ハイブリッドインバーターの方につながっています。でこちらのハイブリッドインバーターは、24V、バッテリーのねシステム電圧が 24V のものです。で出力がですね、3000W、3kW まで、交流のね、出力電圧が 3kW、3000W まで、出力ができるタイプになっています。でこのハイブリッドインバーターのねいいところはですね、通常、太陽光発電を、使うときにはですねチャージコントローラーというね、機器を使用してバッテリーに充電するわけですが、そのチャージコントローラー機能、それからですね、バッテリーの電力を、直流電力をですね、家電品に使う場合には交流に変換するインバーターという機器が必要になります。そのインバーター機能も含まれています。それからですね万が一、バッテリー電圧が、下がった場合にですね商用電源、関東地区でしたらね東京電力、ここは、広島なので中国電力になりますが、中国電力からの電力に、自動的に切り替わるというそういう、3つの機能が、
備わってます。これからこういうシステムを使用してみたいという方の入門編にはですね、24V のタイプの方が導入しやすいかなっていうところがあります。そして、先ほどのね1枚だけ運用している、12V の回路、それはですね、こちらのチャージコントローラー、このチャージコントローラーを介しまして、今はですね、この鉛のバッテリーに電力を充電しています。で、深川はですね、現在のところはインバーターは利用せずですね、このチャージコントローラーからそのまま直流のままですね、12V、電圧高い時には、現在はね 14.8V なので、そのままの電圧がここから出力されます。で、主にこれ使用しているのはですね、こんな感じでシガソケット、こちらにねスイッチがついてるんですけど、このようなものを使用して、USB でね充電するような充電電源ですね。例えばスマートフォンであるとか携帯電話、それからこういった充電スピーカーですとか、あとはこのような感じで室内照明は、こちらね、交流用の、照明器具ついてるんですが、普段は、こちらのね直流のまま使う照明器具、これを、こちらの 12V の回路から、使ってます。で、話は、ハイブリッドインバーターに戻りますが、こちらのねハイブリッドインバーター、さまざまなね、出入力モードを選ぶことができますので、それぞれのね使用環境に合わせて、設定していくことができます。設定はねこのような感じになるんですが、まずこのモードですね、チャージモードになりますが、バッテリーにねチャージするときのチャージモード、太陽光パネルから、チャージする。で、太陽光パネルの電力がね、遮断された場合、例えば、夜になってしまった、暗くなってしまった時に商用電源から、バッテリーにチャージするモードが選べます。で、それとは逆にですね、商用電源メインでバッテリーにチャージする、万が一停電時にはパネルからチャージするというモードが選べます。で、3番目のモードですね。こちらは、ソーラーパネルからチャージする。ソーラーパネルで足りないときは商用電源と併用するモードですね。で、今度4つ目モードになります。これはですね、ソーラーパネルからのみバッテリーにチャージする。商用電源からはバッテリーにはチャージしないという、設定になります。この4つの、チャージモードが選べます。そして今度はですね、出力側のモードになります。出力モードですけど、出力モードは、ソーラーパネルで発電しているときは、その電力を使って、不足分はバッテリーから補うというモードですね。で、ソーラーパネルが発電しなくなると、バッテリーに残量があったとしても、公共電源、商用電源ですね、にこちらに切り替わってしまうというモードです。で、2つ目のモードは、商用電源をメインに使って、商用電源が切れた場合、バッテリー電源に切り替わるというモードになります。これはパソコンなどで使用するですね、UPS のような、切り替えモードになりますね。通常は、商用電源を使用していて、商用電源が切れた場合、停電になってしまった場合等はバッテリーから使うというモードになります。
で、3番目のモードはね、こちらになりまして、バッテリーをメインに消費するというモードになります。この場合はですね、もう常時バッテリーから電力を供給して、バッテリーがね、空になるまで、設定した電圧まで下がるまで、バッテリーの電力を使い続けて、設定した値になったところで所要電源に切り替わるというモードになります。で、現在我が家の設定はですね、チャージに関しては太陽光パネルからのみ、充電するモードにしています。で、消費の方はですね、アウトプットの方は、この1番目のモードですね。太陽光パネルが発電しているときにはバッテリーの電力、太陽光パネルの電力を消費して、太陽光パネルのね、発電が止まった際には商用電源に切り替わるという、設定にしてます。で、なぜですね、この3番目のバッテリーメインにしないのかということなんですが、万が一ですね、夜間に停電になった際ですね、バッテリー電圧残量がね、ないと、家庭内がね、完全に電力喪失してしまうので、今はですね、バッテリー電力のね、残量は残したままにしています。残したまま夜間は、商用電源を使うという形をとっております。はい、現在の状況です。現在1時50分です。バッテリーの、BMS の、監視アプリで、表示しているのがこちらです。こちら現在 100% になってまして、もう、満充電ですね。満充電になっているので、バッテリーへのね、チャージが、ストップしている状態になっています。サーヌのハイブリッドインバーターの方のね、監視モニターでもですね、28V ぐらいですかね。28V 付近まで、上昇してまして、現在ですね、使用しているのが、200W 前後使用していますけれども、バッテリーを介さずに太陽光パネルからね、直接、電気がね、流れているような感じです。この後、発電したのがね、余ってしまう状況になりますので、これからですね、エアコンを使ってみて、電力消費をね、していきます。夕方ですね、太陽光発電の発電量が落ちてきたときに、バッテリーのね、残量を、バッテリーからのね、電力を使っていくような感じになります。で、バッテリーからですね、電力消費しながら、太陽光パネルの発電が、ストップした時点、ハイブリッドインバーターの方が商用電源に切り替わりますので、そこまでのね、状態を今日は、モニターでね、監視していきます。はい、今エアコンを稼働させましたので、もう少ししてコンプレッサーが回り出すとですね、急激に消費電力が上がると思います。現在もう上がってますね。今、600W 前後を、行ったり来たりしている状態です。17時半、5時半ですね。夕方5時半を、過ぎました。現在電圧は 26.5V。BMS の監視では 26.4V。バッテリー残量が 69.8% になっています。でだいぶ、もう日は傾いてるんですが、相変わらず雲の中に太陽ありまして、うっすらと明るい感じです。日没はですね、19時なので、あと1時間ちょっとは、明るい感じになります。
今のところですね、まだまだ、パネルの方を発電してまして、現在ね、まだ 50V 以上、電圧かかっています。ただもう 1.7A ほどしか流れてない感じなので、もう少ししますと所要電源に切り替わると思います。この後ホワイトボードを使用しまして、発電量や、1日のね、推移ですね。このあたりの説明をしていきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、おおよその状態はですね、監視モニター画面のね、状態で分かっていただけたかと思うんですけど、補足でですね、再度説明しておきます。我が家のですね、太陽光発電システム、パネルはですね、250W のものが6枚です。2直3併で接続してます。で、使用しているのはハイブリッドインバーターです。バッテリーはですね、リン酸鉄のリチウムイオンバッテリー 24V で 200A のものを使用しています。で、これに至る経緯はですね、試行錯誤しながら、いろんなパターンでね、やってきまして、ハイブリッドインバーター、これを選んだ理由がですね、やはり自動でですね、バッテリー電圧が下がった時に所要電源に切り替わるというのがね、一番の理由です。これは過去にですね、電力喪失しまして、バッテリーがね、低電圧になりまして、冷蔵庫の電源が切れて、中のものがね、腐ってしまったという経緯があったので、これをですね、使ってみたいということで、いろいろな、機種を探しまして、現在は、ですね、サーヌというね、メーカーのハイブリッドインバーターにたどり着いて、これを使ってます。で、こちらのハイブリッドインバーターのですね、上限容量が 1500W まで、パネルですね、1500W で動作電圧が 35V から 95V まで、この適用範囲ですね、これを当てはめると、260W が6枚で、35V からですね 95V の間にするにはですね、このパネルの場合は、2直列までしかできなかったということです。2直列のストリングスで、3並列ですね、でパネル6枚を使ってこのようにしてます。で、バッテリーのですね 200A は、どのようにして決めたかということなんですけど、当初ですね 105A のものを使ってました。ですが、バッテリー容量がね少し足らなかったので、200A のものにね取り替えてみました。で、発電容量とですね使用量の、差というんですかね、朝夕こういう感じにしますと、発電容量、日が昇って、日の出からですね、日没まで、大体ですけどね、こういう形でいきます。うちはですね、南向きになってますので、お昼頃がピークになります。これに対してですね、使用量ですね、エアコンですとか、朝は IH の調理、それから掃除機ですとか洗濯機なんか使いますけれど、これもおおよそですが、エアコンの消費電力がですねやはり大きいので、日中温度が上がった時に消費量も少し増えるような感じです。ただし一回部屋がね冷えてしまうとそれほど急激に上がったりはしないので、おおよそですけど、こういう感じになります。電力消費ですね。で、若干、ここが
多くなっ朝ですね、電力使用多くなったりはしますけど、発電量に対して、使用量の方が多い部分ですね。ここでバッテリーからの電力を使用します。で、発電量が増えてきますと、電気余るので、この部分がバッテリーに充電される部分になります。で、夕方ですね、日が傾いてきますと発電量落ちたところでまたバッテリーから電力を使用するという感じになります。200アンペアのバッテリーを使ってですね、1500ワットの分のパネルで、おおよそですね、日中ピーク時にはバッテリーの残量が 100% ぐらいまでいきます。ここでですね、バッテリー残量が60% ぐらいまで落ちるという感情になってます。で、朝ですね、やはりここ使えますので、一番バッテリーが減ってるのが、この辺りになるんですけど、この辺りで、30% から50% ぐらいのバッテリー残量になってます。ここからまたお昼にかけてバッテリーが充電されていくという感じです。で、この60% の目安ですけど、うちの場合ですと60% あると冷蔵庫がですね、夜間電力喪失、停電などでね、電力が切れた場合にも冷蔵庫だけは朝まで使えるような、それぐらいの残量の、容量になってます。この辺りは、各家庭でね、使用量、発電量差が出てくると思いますので、一概に 1500W のパネルだからバッテリーは200アンペアでいいかというと、そうとも限らないと思うので、この辺りはですね、使う量、それから発電量、この辺りをね、見据えて決めていくといいと思います。うちの場合はほぼ、パネルは南を向いてますので、この辺りでピークを迎えます。あとはですね、日中たくさん電力を使う方、それから日中はほとんど電力を使わない方、この辺りでもすごく差が出てくると思いますので、例えば、朝早くね、家を出て暗くなってから帰ってくる、こういう方の場合は主に、発電時ではなくてですね、発電が終わってからが電力使用のね、ピークになるっていう方は、もっと大きな容量のバッテリーにしてもいいかもしれないです。例えば300アンペアのバッテリーを、日中に、電力使ってませんのでね、こういう感じになると思います。もう日中電気を使ってません。使うのは、主に朝と夜と、こういう逆カーブのね、電力使用になると思いますので、ここでバッテリーをね、消費するような感じになると思います。なので、充電できるね、分が日中使わない分がたくさんありますので、この分、大きなバッテリーを使用して、ここで、たっぷり使えるようにするという感じですね。日中も夜もバンバン使う方になってしまうと、例えばバッテリーだけ大きくしてもですね、ここ充電できずにですね、例えばもうこういう感じで電気使っちゃってますっていう人だと、充電できる量がここしかないので、バッテリーだけ多くしてもバッテリーが充電できなくなっちゃいます。こういう方の場合は、パネルの容量に
対して、バッテリー少なくていいと思います。例えば100アンペアですとかね、小さくした方がバッテリーの容量はちっちゃくしてあげた方がいいんじゃないかなっていう感じです。こういったところも踏まえてですね、ハイブリッドインバーター、48V のものもあります。電力消費が多くてパネルもたくさんあるよっていうね、フィット終了などで屋根にもパネルがたくさんついている方などは 48V システムで、バッテリーもですね、それなりに大きなものをつけるという手もあると思います。ただ今ソーラーパネルはついてません。これから太陽光発電をね DIY でやってみようという方はですね、最初はそうですね、12V のシステムでやってみるのもいいと思います。僕が最初に参考にしたのはこの我が家電力というこの本です。ちっちゃい電力で、12V のね、発電 100W のパネル、バッテリーもね鉛のバッテリー、まずはね照明器具から使ってみて、実験していきました。ただし、12V で大きなねシステムを組もうかと思うとですね、電流値が大きくなっちゃいます。どういうことかというと、例えば 100W のね照明をつけたいと思った時ですね、100÷12 ですね、12分の100、約ですけど、8アンペアぐらい流れる感情です。これが 24V だとここが半分になりますので、4アンペア程度ですね。これ 100W でしたけど、これ 1000W にするとここが80、ここが40という感じになりますので、ケーブルのね太さも極端に太くしないといけない。こっちですと細いケーブルで済むということになります。この辺りを考えると、最初からね 24V でも、大きな電気をね流す場合ですけど、24V の方がいいかなと思います。ただし全く知識がなくてですね、何をどう揃えていいのかわからないという方は、すごくちっちゃなシステムでですね、まず、電気のいろはというんですかね、この辺りを勉強してから 24V、48V というね、高電圧のシステムにしていくのがいいと思います。まずはこちらの本がねすごくおすすめで分かりやすいと思いますので、これからね DIY で自家発電やってみようっていう方はですね、ぜひこの本参考にしてみてください。それではねまた、太陽光発電関連のね動画これからも上げていきますので、参考にしてみてください。またですね、質問等ある方は、コメント欄から質問いただければできる限り、質問にはお答えしたいと思います。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。